本日はコントロールネットに新たに加わったレファレンスオンリーをご紹介します。まずはこちらの画像をご覧ください。このように同じ人物やキャラクターをキープしつつ違う要素を簡単に調整できるようになりました。コントロールネットにはいろいろな機能があるのですが、このレファレンスオンリーは中でもすごい技術なので皆様もぜひ試してみてください。早速使い方を見ていきましょう。まずは適当なプロンプトで生成したこちらの犬の画像で説明をしていきます。下の方に行くとコントロールネットの項目があるのでこちらを開きます。先ほどの犬の画像をこちらにドロップします。下にあるイネーボーとピクセルパーフェクトにチェックを入れます。あとはプリプロセッサーからレファレンスオンリーを選択するだけです。もしここにレファレンスオンリーの項目がなければコントロールネットをアップデートする必要があるのでセッティングからアップデートをしましょう。あとは右上のジェネレートボタンを押せば完了です。出来上がった画像はこんな感じです。先ほどドロップした犬にとても類似した犬が出てきました。1枚だけだと分かりづらいのでバッチカウントを増やしてもう少し画像を見てみましょう。顔は確かに類似していますが背景の雰囲気にばらつきがあります。コントロールモードからいろいろとモードを変更できるのでマイプランプトイズインポータントを試してみましょう。するとプロンプトの優先度を高めてくれたおかげでかなり類似した犬の画像を生成してくれました。これはかなりすごいですよね。コントロールネットを重視した場合はどうなるかも見てみましょう。こちらも写真を選べば悪くはなさそうです。ここの部分は使用しているモデルやプロンプトによって良し悪しは変わると思うのでいろいろと試してみてください。それでは少しプロンプトを変更してみましょう。今までは最初の犬の画像を生成したプロンプトと同じだったのですが、そこにランニングというプロンプトを追加してみます。すると同じ顔をキープしたまま走る仕草が加わりました。コントロールネットにはいろいろな機能がありますが、この機能はなかなか汎用性があることがわかるかと思います。漫画やアニメを作ったり、バッチ数を増やしてコマ送りの自負を作成したりなどといろいろとアイデアが湧いてくるかと思います。せっかくなので違うモデルを使用した場合も見ていきましょう。スクリプトという項目から XYZ プロットという項目を選択。ここの説明は一旦省きますが、この機能もかなり便利です。犬を生成するのに使ったプロンプトをそれぞれ違うモデルに適用するように指示を出してみます。するとこのような画像が生成されました。どのモデルを使用しても類似した犬をキープした状態でさまざまなバリエーションを生成してくれているのがわかるかと思います。それではイラスト系の画像でもうまく作用するか確認してみましょう。こちらの女性で確認していきます。先ほどと同じように画像をドロップ。イネーボーとピクセルパーフェクトにチェックを入れます。あとはプリプロセッサーからレファレンスオンリーを選択してジェネレートをクリックしましょう。ここは一度慣れてしまえばとても簡単です。生成された画像はこんな感じです。この技術とイラスト系の相性はかなり良い気がします。すでに漫画やアニメを作っている人もたくさん見かけますが、このレファレンスオンリーを使うことでさらに細かい描写が容易になりそうです。試しに髪の毛の色を変えてみましょう。キャラクターを維持したままイメチェンができるでしょうか。しっかり金髪が反映されました。見比べてみても顔はかなり類似していますね。バッチ数を増やして厳選すればより精度が高まるかと思います。赤髪にしてリンゴを持ってという指示に変更してみましょう。赤髪はうまく反映されましたがリンゴが木の方に反映されていますね。プロンプトをもう少し具体的にしましょう。女の子の右手にリンゴを持ってという指示に変更します。バッチ数を増やして確認するとこのようにいくつかの画像は指示通りに画像を生成してくれました。この技術は本当にすごいです。
これを応用すれば、自分が欲しい絵を前よりももっと簡単に生成できてしまいます。先ほどの犬と同様、動作を変更することも可能です。試しにベンチに座ってもらいましょう。このように変幻自在な上に、クオリティもだいぶ高いことがお分かりいただけるかと思います。アニメ系との相性は、やはり特に良いような気がします。最後に実写系の画像でも見ていきましょう。こちらの白ニットを着た女性で試していきます。出来上がった画像はこちら。実写系もかなり類似した顔を生成してくれます。今までは同じ顔をキープしつつ、違うポージングや服装を変えるにはインペイントを使用することがありましたが、そういった手法よりも柔軟性が高い調整を加えることができます。服装を変更しても顔は変わらないのかも確認していきましょう。ニットをオフショルダーに変更してみました。見比べてみても顔はしっかりキープしていることがわかると思います。この機能をうまく活用すれば、例えば特定のモデルを集めた写真集を作ることなども容易になりそうです。先ほどのイラストと同じように女性を金髪にしてリンゴを持たせてみましょう。意図はだいぶ伝わっていますが、精度はそこまでといった感じです。もともとの画像がリンゴを持つのに不向きなポーズやサイズ感だったのが原因かと思われます。金髪の指示に関してはしっかりと反映されていますね。プロンプトやサイズを調整してもう一度トライしてみましょう。やはり元々の画像との相性が悪いのか、あまりうまくいきません。そこでマルチコントロールネットを活用してみることにします。マルチコントロールネットとは、言葉の通り、コントロールネットを複数適用するという機能です。リンゴを持つのに適した画像を前に生成した画像の中から探します。この写真の右手部分はだいぶぴったりじゃないでしょうか。コントロールネットからオープンポーズの設定を追加します。マルチコントロールネットの使い方については、また別動画などで詳しくご紹介したいと思います。ひとまず流れはいつもと同じで、イネーボーにチェックを入れて、プリプロセッサーやモデルからオープンポーズを選択します。こちらで画像を生成してみましょう。適用してみると、このような画像ができました。ポーズをしっかりと引き継いでくれているのがわかりますね。顔は元々の要素を若干残してくれてはいるのですが、少し雰囲気が変わってしまったようにも感じます。これもコントロールウェイトを調整して修正していきましょう。まずはオープンポーズの方のコントロールウェイトを下げ、モードも変更してみます。顔は元々の画像に近づいてきたような気がします。レファレンスオンリーの方もモードを調整してみましょう。オープンポーズの方も若干の調整を行います。するとこのような画像が生成できました。元々の顔の雰囲気を継承しつつ、プロンプトの変更も効いていて、さらにオープンポーズでポーズの固定もできているのがわかるかと思います。解像度を上げたり、いろいろな調整を加えたら、さらにクオリティは向上していくと思います。レファレンスオンリーという機能の凄さが伝わったのではないでしょうか。他の機能と組み合わせて使うことで、理想通りの画像を生成するハードルが一気に下がったような気がします。まだまだ応用は効くと思うので、皆様もいろいろと試してみてください。このチャンネルでは最新の AI ツールをご紹介しています。参考になったという方は、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。